ちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回は旅行をテーマにナップサックを紹介したいと思います。サイズ的には14インチの MacBook が入るようにデザインさせていただきました。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように音声で解説をしています。今回はコットンフレンドの掲載の作品を紹介していきますので、よかったら一緒に作ってみてください。それから今回はコットンフレンドの雑誌の企画でドイツの手芸メーカーのプリムさんの道具を紹介しています。よかったら使い方の参考にしていただけたらと思います。今回は動画の途中にリバティでアクセントにする方法とシンプルに何もつけずに袋とじ縫いで仕上げる方法と2通りの紹介をしています。なので同時進行で進めてしまうとちょっと工程が変わる部分がありますので、一度動画をご覧になってから一緒に進めていただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。今回ちょっとパーツが大きいのでサイズの紹介はこちらのテロップの方をご確認ください。こちらが本体になります。本体と合わせるのがこちらの細長い生地になります。使用するのはナイロンの生地になります。ではリバティを縁取りに使う際は3センチ幅のリバティを準備します。でハトメをつけるときに裏地に当てるものになります。裏当てでちょっと強度を増すために今回は合皮を使用します。一辺が8センチの二等辺三角形を2枚用意します。それではまず最初にショルダー紐から作っていきます。で今回使用するのはナイロンタフタという素材になります。アイロンが使えるのかどうかこちらの切り落としたもので試してまして、低温で使うことができたので今回はアイロンを使って折り目をつけていきたいと思います。いつもと同じようにですね、4つ折りにしていきます。まずは2つ折りにして、必ず温度の方気をつけてください。今回低温で使ってます。今回使用しているこちらのクリップなんですけれども、よくご質問いただくので今回紹介したいなと思います。こちらはですね、バチクリップといって、布屋さんで販売しているというよりはホームセンターとか文房具屋さんで販売されているものになります。1個ね20円とか30円ぐらいで販売されているものなので、結構昔から使ってるんですけど、たくさん買ってね使ってます。皮を掴む時とか帆布とか結構しっかりと捕まえたい時に使うクリップにしています。最近ね文房具屋さんであんまり見なくなっちゃったんですけど、よかったら参考にしてください。ではそれぞれ際を縫います。今回は重機の職業用ミシン SL700EX を使用します。ミシンの針は11番で普通地用、縫い目の長さはだいたい 2.5 ぐらいで仕上げていきます。際を縫う時に職業用ミシンで便利なのがこちらの段付き押さえになります。今回はこの15のタイプを使います。 1.5mm の際が縫えるコバステッチ用の段付き押さえになります。際が苦手な方はこういう段付き押さえ使ってみてください。両側の際を縫い終えたところです。袋とじの紹介をします。生地を裏面にして、もう一つのこのアクセントクロスの方をですね端に留めていくんですけども、重ね方は表面にします。裏側同士が重なり合って表面同士が外側に来る外表という重ね方になります。
そうしたら端から5ミリを縫います。職業用ミシンの場合は押さえの端とこの布の端を合わせるようにして縫います。でこんな感じで縫い終えたところになります。ミシンの押さえの端などを利用すると綺麗に縫えるので参考にしてください。そしたら一度縫い代を折り上げます。縫い代を包むようにしてこうやってつまんで待ち針で留めましょう。こんな感じで止まったところです。そうしたら今度は端から7ミリを縫います。この時最初に縫った縫い代が隠れるように意識しながら縫っていきましょう。先ほど紹介した段付き押さえなんですけれども、段付き押さえっていろいろサイズがあって、今回はこの7ミリのタイプ、あんまり普段使わないんですけど、せっかくなので使ってみたいと思います。端から7ミリを抜いたい時、70って書いてあるパーツを使います。家庭用ミシンで慣れてきた方が職業用ミシンを使う際に結構便利に使えるかなと思います。私も職業用ミシンに切り替えた時、この押さえの端で縫ってたので、その目安になるものが欲しいなと思ってこれを見つけました。よかったら参考にしてください。ではこんな感じで縫い終えたところになります。で勢いよく縫ってたらこの脇のタブを挟むのを忘れてしまってたんですけれども、下から10センチのところにつけました。ではリバティを縁取りに使う際は3センチ幅のリバティを準備します。リバティではなくても、例えば薄いシーチングなどでもアクセントに使うことができます。生地は表面を、こちらも表面、外表に重ねて、そこにリバティを重ねています。裏にして重ねています。ゆっくり返すと表面になるように1センチで縫い合わせます。そしたら縫い代を包むようにして倒します。アイロンがかけられるようだったらアイロンをかけていきます。後ろ縫いにするとこんな感じになっています。そしたら生地をこのままこの表の状態にします。表にしたら端を揃えます。そしたらこれから両脇を縫うんですけれども、紐通し部分を残さないといけないので、その部分の印をつけます。印をつけたらそのまま縫えるように留めておきます。反対側も同じです。面を変えて必ず上から留めるようにしましょう。で、上から10センチのところに印をつけます。こんな感じで印をつけたら待ち針で留めておきましょう。反対側も同じようにします。端から10センチに印をつけます。そうしたら両脇をこの今つけた合い印のところから下に向かって底側に向かって7ミリで縫います。反対側も同じようにして上から縫うので面を変えてこちら側から底に向かって7ミリを縫いましょう。はい、ではこんな感じで縫い終えたところになります。紐通し部分のところだけ縫い残しています。
でここの合い印のところですね、ここに切り込みを入れます。縫い目を切らないようにして縫い目の位置まで切り込みを入れましょう。反対側も同じです。こんな感じで切り込み入れておきましょう。そしたら裏にします。裏にするとき、ここの角の部分はしっかりとこう折ってから一度ここで中に入れます。入れたら目打ちなどで一回こう押し込んであげます。押し込んでから表にするとこんな感じでもう綺麗にねできますので、最初にやっておくといいでしょう。袋閉じなので裏にしても縫い代が綺麗になってます。そしたら先ほどと同じようにして縫い代を包むようにして待ち針で留めていきます。そうするとこの合い印のところがこうやって持ち上がってくるような感じになります。この部分から端から1センチを縫います。1センチを縫うときはこの針基板のところに線が書いてあるので、10というふうに書いてあるところが針から1センチのところになります。ここを布の端に合わせて縫っていきます。最初に3目ほど前にしたら3目下がります。でまた前に縫っていきます。はい、じゃあこんな感じで縫い終えたところです。そうしたら先ほど切り込みを入れたところにもう少しですね、今の縫い目のところまで深く切り込みを入れましょう。こうなります。ミシン目切らないように気をつけてください。反対側も同じようにしてちょうどミシン目のところまで切り込みを入れます。そしたらこの切り込みを入れたところを三つ折りしていきます。ちょうどこの三つ折りの部分のこの切り込みを入れたこの縫い目のところで2つ折りにしてもう一度折ります。この部分は切りっぱなしになってしまいますけど、今回はこのような感じで仕上げていきます。こんな感じでそれぞれの際を縫います。それではアイロンをかけていきます。最初に4センチで折り目をつけましょう。そしたら1センチで折り目をつけます。そしたら待ち針で留めていきます。両方に折り目がついたところでここの部分の重なりが厚くなりますので、この部分だけちょっと工夫します。一度開いてこの1センチで折ったところ、この折り山に切り込みを入れます。ミシン目切らないように気をつけてください。そしたら交互に倒してパタンと閉じるとここの厚みが均等になります。リバティを合わせるときはこのままフラットなのでこのままペタンと重ねましょう。そしたら際を縫います。
反対側も同じようにして縫いましょう。はい、では縫い終えたところになります。こんな感じでシワが縫い終えてあります。反対側も同じようにして縫ったところです。そしたら表にします。角の部分は一度この角のところで折って、ちょっと中に入れます。入れたら目打ちで少し押します。そうするともう綺麗に出てきますので、こんな感じで仕上げてください。もしまだ丸くなってる時は目打ちの先をミシン目とミシン目の間に深く入れます。このぐらい入れて押し出すようにするともっと綺麗に角が出てきますので、試してみてください。そしたら旗目の位置を決めて中央の印をつけます。片側につけたら反対側は反対の底で重ねて目打ちで中央の印をつけちゃいます。目打ちの印がついたらこの合皮を重ねます。下に重ねて目打ちでもう一度こちらも同じように分かるようにして印をつけておきます。そしたらこの合皮を内側に入れます。入れたらこの縫い代はこの後ろ側に倒しておきます。こちらが溝が深い方が裏になります。表がつるんとした方、パツッと位置にはまったところでかぶせてギュッと押します。こんな感じで簡単に取り付けられたところです。ついたハトメにこちらを通します。通したらリングを通してここで留めます。内側に入れます。こんな感じでひっくり返してここを1センチ縫います。こういう風に合わせます。ここが背面側ですね。背中に当たる側にこういう風に倒すようにしてください。際を縫います。それではリングがついたところです。こんな感じです。ショルダーの紐を通していきます。この紐通しも100円ショップで売ってます。よかったら見つけてみてください。こちらが表側になって、こちらが背中側になります。表側の方の紐を表側から
します。こんな感じですね。背中側の方に面を変えます。面を変えたら、今表側通したところの紐と重ねます。で、重ねたら1センチだけ余分に背中側の紐1センチほど出します。そうしたらここを1センチ縫います。縫い終えたところになります。そうしたらこの余分な部分で縫い代を包んでパタンと倒します。倒したらこの際を縫います。こんな感じで縫い終えたところになります。このつなぎ目の部分は仕上げにちょっとずらしていって、本体のここの中の方に入れていきます。はい、いかがだったでしょうか。これで完成になります。こんな感じで1枚布で作るナップサックを作ってみました。よかったら参考に作ってみてください。今回は共布でショルダー紐を作りましたので、長さが結構足らなくなるんですよね。なのでこの部分リングで継ぎ足しをしています。お好みで長さの方は調整してください。この普通の紐でやってもいいかなと思います。リバティで作るとまた華やかになりますので、よかったら参考にしていただけたらと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら高評価、そしてコメント欄の方もお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。